皆さんこんにちは。日本語 with メイのメイです。このチャンネルでは日本の文化や興味関心のある話題を日本語で楽しみます。リラックスしながら聞いてください。今回のエピソードでは日本語学習をもっと効率的で楽しいものにするための5つのヒントについてお話しします。これまでに日本語を学んでいる方々をサポートしてきた経験や自分自身が多言語を学ぶ中で感じたことをもとに特に役立つと思うポイントをまとめてみました。日本語に限らず母国語以外の言語を学ぶときは自然な発音ができなかったり、なかなか言葉が出てこなかったりと、いろいろな壁にぶつかることがありますよね。私も英語を勉強していて、そういった経験をたくさんしてきたので、皆さんの気持ちがすごくよくわかります。でも、そんな時にちょっとした工夫やヒントを取り入れるだけで、びっくりするほど成長を感じられることもあるんです。そこで今日はこうした壁を乗り越えるための具体的なアイデアをお届けします。初級者の方はもちろん、上級者の方にとっても新しい発見がある内容になれば嬉しいです。少しでもお役に立てるエピソードになればと思っているので、最後までお楽しみください。では早速、日本語学習の5つのヒントを1つずつ紹介していきますね。まず1つ目は、毎日少しずつコツコツ続けることです。当たり前のことかもしれませんが、毎日続けて習慣化するのって意外と難しいですよね。ただ、言語学習ではこの毎日言語に触れ続けることが本当に大事だと思います。言語って例えば今日24時間勉強したから明日ペラペラになるというものではありませんよね。だからこそ継続することが成功の鍵になります。10分や15分など短い時間でも大丈夫です。実際に研究でも1日1時間を週に2回よりも1日10分を毎日の方が学習効果が高いことが分かっているみたいです。たとえ短時間でも毎日続けることで記憶が定着しやすくなるからです。最近ではデュアリンゴや暗記といった語学学習向けのアプリもありますよね。こうしたアプリを活用して隙間時間を有効に使うことで効率よく学習を進められると思います。もう一つおすすめなのが毎日日記を書くことです。例えば、今日は天気が良かったです。公園で散歩しました。といった短い文でも OK です。1日1、2分の簡単な日本語で日記を書いてみましょう。書くことで文法や単語を自然に復習でき、徐々に表現力も身につきます。そして毎日同じ時間に学習を取り入れると
習慣化しやすくなります。例えば、通勤や通学で電車やバスを利用している方は、その移動時間の20分間をアプリでの学習に当てたり、寝る前にその日の出来事を日記に書いたりするといいですね。実は私自身も似たようなことをした経験があります。大学時代に1年間語学留学をした後、日本に帰国してからも身につけた英語を忘れたくなくて、隙間時間にアプリで単語を復習したり、ポッドキャストを聞いたりしていました。そのおかげで数年後にオーストラリアに戻ってきた時も英語を覚えていて、ほとんどギャップを感じることなくスムーズに日常生活に馴染むことができました。少しでも毎日触れるという小さな習慣が大きな成長につながります。ポイントは無理なく楽しく日常生活に自然に取り入れることです。学ぶことが負担にならない工夫をすることで長く続けられるようになります。ぜひ自分に合った方法を見つけてみてください。そして2つ目はリスニング力を鍛えることです。人間が新しい言語を学ぶとき、最初にするのは聞くことですよね。例えば、赤ちゃんが母語を覚えるときも、まず周りの大人たちの話す声をたくさん聞いて、言葉のリズムや音を自然に吸収していきます。同じように語学学習でも聞くことが基礎になります。たくさん聞くことで得られる効果は大きいです。言葉のリズムや発音の癖が自然と体に染み込んで、徐々に聞き取れるフレーズや単語が増えていきます。それが繰り返されるうちに発音やイントネーションも無意識のうちに改善されていくんです。さらにリスニング力が向上すると、スピーキングやリーディング、ライティングといった他のスキルにもいい影響を与えます。音の理解が深まることで正しい発音がしやすくなったり、文章の意味を把握しやすくなったりするからです。では、リスニング力を強化するためにどんなことができるでしょうか。皆さんが今行っているポッドキャストを聞くことも素晴らしい方法の一つですよね。他にも日本語のアニメを見たり、日本語話者の YouTuber の動画を視聴したりすることもリスニング強化にとても役立ちます。さらに便利なツールをご紹介します。特に初級から中級の方にぴったりなものです。皆さんは YouTube や Netflix で二重字幕を表示できる機能をご存知ですか？確かパソコン限定の機能ですが、設定をすることで母国語と学びたい言語の両方の字幕を同時に表示できるんです。いくつか似たツールがあるかと思いますが、私は Language Reactor というものを使っていて、学習の際にとても助けられています。わからない単語や
フレーズをすぐに確認できるので、効率的にリスニング力を伸ばせますよ。とても便利なので、ぜひ試してみてください。リスニングの時間がもっと楽しくなり、自然と日本語に触れる時間を増やせると思います。そして次のステップとして、シャドーイングを取り入れるのも効果的です。シャドーイングとは、聞いた言葉をそのまま繰り返す練習方法です。リスニング力とスピーキング力を同時に鍛えられるので、とてもおすすめのトレーニングです。もしかしたらすでに実践している方もいるかもしれませんね。初めてシャドーイングをする場合は、短い音声や動画から始めるといいと思います。例えば、ドラマやポッドキャストの一部分など、短いフレーズやシーンを選ぶといいです。その部分を何度も聞き、真似をして言えるようになるまで繰り返します。これを続けていくと、発音やリズム、イントネーションがどんどん自然に近づいていきます。実は私もシャドーイングをたまに行っていて、結構好きなんですよね。ただ真似をして話しているだけなのに、なんとなく話せるようになったという気分になれて、すごく楽しいんですよね。さらに自分が話したいトピックや興味のある動画を選ぶことで、学習そのものがもっと楽しくなります。私は英語を学んでいるときに YouTube で興味のある動画を探して楽しみながら練習していました。一石二鳥でおすすめです。このポイントで大事なのは繰り返し聞くことです。一度聞くだけでなく、何度も繰り返して耳を鳴らすことで、音が自然と記憶に定着していきます。そしてある程度言えるようになったなぁと感じたら、翌日もう一度やってみてください。不思議なことに、あんなに何回も練習したのに、意外と単語や発音を忘れていることもあります。覚えるのには時間がかかるのに、忘れるのって本当に一瞬なんですよね。その確認と復習を繰り返すことで、しっかり身につけることができますよ。ヒント3つ目は、実際に話す機会をできるだけ多く作ることです。リスニングや読解といったインプットは語学習得に欠かせない重要な要素です。しかし、聞いているだけでは実際に話せるようにはなりませんよね。そこでアウトプットを積極的に取り入れることが言葉を使いこなせるようになるための鍵となります。なぜアウトプットが重要なのでしょうか。言葉を自分で使うことで単語や文法が記憶に定着しやすくなるからです。研究によれば、人間はただ覚えた情報よりも実際に使った情報の方が忘れにくいと言われているみたいです。また、話している中で間違いに気づくと、次回からはより正確な表現を使えるようになります。最初は間違えるのが怖くて躊躇してしまうかもしれませんが、
間違いを恐れずに話すことが成長の第一歩です。さらに、実際に日本語を使うことで、話せた、伝わったという成功体験が得られます。この成功体験がモチベーションを維持する上で非常に大切なんです。ではどうやって話す機会を増やしたらいいのでしょうか。日本に住んでいる方であれば、学校や仕事、日常の生活の中で話す機会があるかもしれませんね。それを活かして積極的に日本語で会話する場面を作っていきましょう。お店やレストランでのやりとりでも日本語を使うチャンスです。少しの勇気を出して一言でも日本語で話してみるといいですね。一方、日本に住んでいない場合でも日本語を話すチャンスは作れます。例えば、オンラインの言語交換アプリ、ハロートークや日本語の先生が見つかる iTalki などを活用する方法があります。また、海外の日本語イベントやコミュニティに参加して日本語を使う環境を作るのも効果的です。大切なのは完璧を目指しすぎず、伝われば OK の気持ちで話すことです。話す実践を通じて日本語学習がもっと楽しくなりますよ。知っているから使える日本語を目指しましょう。そしてアウトプットは一人でもできます。私はよくシャワーを浴びている時や一人で料理をしている時などに独り言を言いながら練習をしています。例えば、今日一日の出来事を振り返ったり、トピックを決めて自由に話したりしています。バスや電車の中だと周りの人にびっくりされるかもしれませんが、一人の時なら気にせずできるのでおすすめです。独り言を言っていると、この表現ってどう言えばいいんだろうと思うことがあるので、そんな時はその場で調べるようにしています。このプロセスで新しい言い回しや表現が自然と身につくんです。この方法は本当に効果的だと感じますし、未だに私も続けています。ヒント4つ目は、日本の文化を学ぶことです。言語って意外と文化と深く結びついていると思いませんか？言葉にはその国の価値観や考え方、習慣が詰まっているからです。だからこそ日本語を上達させるためには日本の文化を理解することがとても大切だと思います。例えば日本語にはお疲れ様ですやいただきますといった日常の挨拶や表現があります。これらのフレーズには日本の礼儀を大切にする文化や感謝の気持ちを表す習慣が込められています。もし母国語に似た表現がなかったり、日本の文化を知らなかったりすると、こうした言葉の背景を理解するのが少し難しいかもしれません。だから言葉の意味だけでなく、それを生み出した文化を学ぶことが重要なんです。
また、日本の文化には四季や自然と深く関わる習慣も多いです。例えば、花見やもみじ狩りといった季節の行事は、季節の美しさを楽しむという価値観から生まれています。こうした行事を知ることで、言葉の背景だけでなく、日本人のものの考え方や感受性にも触れることができますよね。さらに文化を学ぶ方法としては、日本の映画やドラマ、アニメ、音楽を楽しむのもおすすめです。ただ見るだけでなく、どうしてこのキャラクターはこんなことを言ったんだろうと背景を考えたり、表現の使い方を注意深く見たりすると新しい発見があるはずです。英語では誰かがくしゃみをしたときに Bless you と言いますが、日本語にはこれに該当する表現がありません。こういった違いに気づくことで、自分の母国語や文化との比較もでき、視野が広がりますよね。文化を学ぶことで、日本語への理解がより深まり、自然な使い方が身につきやすくなります。そして何より、その国の文化を知ることって、新しい発見があって楽しいんですよね。その過程を楽しむことが学習を続ける秘訣かもしれません。ヒント5つ目は、具体的な目標を設定してモチベーションを維持することです。ヒント1で継続することが大切とお話ししましたが、毎日モチベーションを保つのは簡単ではありませんよね。一度気持ちが折れると、もういいやと投げ出したくなることもあります。学習が続かない理由の一つは、何のために勉強しているのかが明確でないことです。目標を持つことで目的意識が生まれ、モチベーションを維持しやすくなります。ここで大切なのは、小さな目標を立てることです。目標が大きすぎたり漠然としていると、無理かもと感じてしまいがちです。でも、小さな目標を設定し、それを達成することで、できたという達成感を感じられます。そしてその達成感が次の学習意欲につながります。例えば、こんな目標はどうでしょうか。毎週新しい単語を5つ覚えて使えるようにする。好きな日本の歌の歌詞を1曲暗記する。日本語のドラマを1話字幕なしで見る。また、月ごとに新しい目標を立てるのもおすすめです。月の初めに今月の目標を設定してみてください。さらに目標を可視化して記録することも効果的です。カレンダーや手帳に毎日どれだけ学習できたかを書き込んでみましょう。例えば、今日は10単語覚えたとか、日本語で1分話したといった小さな成功を書き込むだけでも、今日も頑張ったな、明日も頑張ろうという気持ちになります。そして月の目標を達成したら自分にご褒美をあげるのもいいですね。
小さな目標をクリアしていくうちに、自然と日本語力が向上し、いつの間にか自分の理想に近づいているはずです。達成の喜びを味わいながら、楽しく学習を続けましょう。以上が私がおすすめする語学上達の5つのヒントです。いかがでしたか？これなら自分の生活に取り入れられそうだなぁと思うものはありましたか？語学学習は決して簡単な道のりではありませんが、少しずつでも続けていけば必ず成長を感じられる日が来ます。ぜひ今日からでもできることを一つ試してみてくださいね。私と一緒に頑張りましょう。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。